こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は2024年の捨て活を振り返り、手放して本当に良かったアイテムトップ10をご紹介します。毎年恒例でやっています年間の捨てて良かったアイテムのランキング、今回でなんと3回目になります。なので捨て活の難易度もかなり高かったです。ということで今回ランクインしたアイテムはもう超個人的に手放して良かったものばかりで、必ずしも手放すことを皆さんにお勧めしたいものではありません。人それぞれに暮らしに必要なアイテムもその量も違いますので、今回のランキングはあくまで参考として聞いていただけたら嬉しいです。ただ私自身、物を減らすことって結構難しいことだなとずっと感じていて、物を減らすためにはいろんな工夫も必要でした。この動画が物をもっと減らしてすっきりとした暮らしにしたいけど何を減らしたらいいかわからない、そんな方の捨て活のヒントになったら嬉しいです。そして捨て活をこれから始めるという方はぜひ2022年そして2023年の捨ててよかったアイテムベスト10もこの動画の後チェックしてくださると嬉しいです。より暮らしに取り入れやすい手放しアイテムのアイデアが詰まっていると思います。それでは2024年手放してよかったアイテムランキングのスタートです。2024年手放してよかったものランキング第10位はちょっとそこまで用のサンダルです。当たり前に必要と思っていましたが、なくても全然平気でした。長年特に深くは考えず当たり前に必要だと思いサンダルを玄関に置いていましたが、よくよく思い出してみたら普段はほとんど履いておらず、ずっとただ玄関に置いているだけのアイテムでした。ちょっとそこまでという時に本当にたまに履いていたのですが、偶然人に会ってしまうと履いていてちょっと恥ずかしくなってしまうようなアイテムでした。もしかしたらいらないのではと思い捨てるか迷うものを置いておく一時保管場所に1ヶ月2ヶ月隠しておいていたところ、使いたいと思うことは一切ありませんでした。いらないものだと確信して手放すことができました。サンダルがなければないでさっと履きやすいローファーを履いたり夏用のサンダルを履いたりしたので全く困ることはありませんでした。むしろ靴を置きっぱなしにしないことが私にとってのスタンダードになり、靴箱へしまう習慣も自然とつきました。狭い玄関でも見た目がすっきりし広々使えるようになりました。サンダルは日常に紛れて置いてあるのが当たり前になっていた何気ないアイテムでしたが、手放したらすごくすっきりしました。2024年手放してよかったものランキング第9位は色物の靴下です。これまでの私はもういろんな色、柄、形の靴下を持っていました。おしゃれは足元からとよく言われるので、デザインのある靴下でポイントをつけようとしてたんですよね。でもボトムスや靴との相性などいろいろ考えると、あれもこれもといろんなタイプの靴下が必要な気がして、どんどん新しいものを買ってしまい靴下の数が増えてしまいました。さらに洗濯するうちになぜか片足が見つからなくなり、いつか出てくるかもと信じ大事に靴下の片割れを取っておいてしまってもいました。こうやって靴下がどんどん増え、捨て活を日々頑張っていた私でもこれだけたくさんの靴下を持っていました。靴下に悩むのはもう嫌だと思い、私は靴下の固定化に挑戦してみました。私が残した靴下はユニクロの黒のスニーカーソックス、ダイソーの黒色のフットカバー、冬用の黒のヒートテッククルーソックス、そして春秋用にグレー色の薄手のクルーソックス、この4種類です。いずれも次の洗濯まで間に合う 2,3 足だけを持つことにしました。よく足元が覗く春秋はあえてグレー色のカラーにすることで、手持ちの白色黒色のどの靴とも合いました。グレー色の靴下使いやすいのでとってもおすすめです。靴下の数が減るとクローゼットがすっきりしたのはもちろん、毎日どの靴下を履こうか悩むことも減り、とっても楽になりました。洗濯した後も組み合わせを気にせずちゃちゃっとしまえるのも最高です。そしてなんだかんだベーシックなカラーの靴下ならコーデが間違いなくまとまるので、おしゃれの失敗も圧倒的に減りました。どんな手持ち服にも合うベーシックで最低限の数の靴下があれば私は十分でした。暮らしをシンプルにする工夫の一つとして靴下の固定化はとってもおすすめです。
2024年手放してよかったものランキング第8位は使っていない教材と本です。私にとって捨てづらいものの上位に入るのが使っていない教材と読んでいない本でした。本や教材ってたとえ今は使ってなくて読む予定がなくてもいつか時間ができたら読むかもと思ってしまい取っておいていました。もし手放してしまったら読んでいたら得られたであろう知識まで手放してしまう気がしてしまい、なかなか手放す決断をできずにいたんですよね。私の過去の捨て活動画でも散々悩んだ挙句結局取っておく場面が何度も映ってます。ただ結局1年経っても2年経ってもその本を読むことはなかったので、今度こそと思い切って読んでいない本や教材は手放しました。手放してみて本当に心が軽くなりました。読めていない使っていない本たちを見ては手をつける余裕のない自分にへこんでしまったり心の負担にもなっていましたが、そんな呪縛から解放されて心がとっても軽くなりました。手放して気づくことができたのは、本当にもったいなかったのは読まない本や教材ではなく気の乗らない学習や読書にかけようとしていた自分の時間だったということです。物は失ってもいくらでもまた手に入りますが、自分の時間は取り戻せません。本がもったいないから読まなきゃやらなきゃと義務感で時間を使ってしまうことの方がもっともったいないことだったと気づきました。そしてこの考え方って本だけじゃなく他にもいろいろ共通すると思うんです。例えばお洋服、もったいないからと取っておいてるなんだかもやっとするお洋服も、本当にもったいないのは服ではなく気の乗らない服を着て過ごす自分の時間なんだと今の私は考えています。だからといって物を消耗品のように買っては捨てる暮らしはしないようにしたいところです。物よりも自分の過ごす時間の優先度を上げて手放すか考えてみたら、自分を大切にするための豊かな捨て活ができるようになった気がします。2024年手放してよかったものランキング第7位は自転車です。自転車はご家庭により絶対に必要な場合もあるかと思いますので、ここでは自転車っていらないよねということをお伝えしたいわけではないです。我が家では自転車はお部屋のインテリアと化していた使っていないアイテムだったので、ようやく手放すことができ本当に心がすっきりしました。私が住む地域は車社会で、数年前に自由への投資と思い中古車を購入しました。お気に入りの自転車は車を買ってから案の定全く乗らなくなってしまっていました。高かったし本当にお気に入りの自転車だから手放すのはもったいない、いつか引っ越したらまた乗るかも、そんな思いがありずっと置いていました。本家のお部屋に自転車を置くのはもう正直邪魔でしたね。そんな使っていないけれど見て見ぬふりをしていたアイテムでしたが、昨年新居に引っ越したら内階段が狭く部屋に運べず、自転車置き場で雨ざらしになるのも意味がないし、どうしようもない状況になり、ようやく自転車を手放す決心をつけることができました。手放す心苦しさや手続きのめんどくささはありましたが、手放してしまえば自転車にまた乗りたいという瞬間もなく、全く後悔なく暮らせました。お部屋も広々使えるようになったし、本当に今まで何で悩んでいたんだろうというくらいです。使っていないけれどもったいないからと手放すことを躊躇してしまうアイテムって、捨てる時に大きな勇気がいるだけで、なくなれば何の未練もなくなるんですね。自転車はそんなことを学ぶことができた手放してよかったアイテムでした。2024年手放してよかったものランキング第6位はたくさんの数のインナーと部屋着です。とにかく物持ちがいい私は大量のインナー、部屋着を持っていました。特にヒートテックのコレクション数はもうなかなかなものでした。インナーや部屋着って誰に見られるわけでもないので、捨て時が本当に分かんなかったんですよね。でも昨年ドラム式洗濯機を買って洗濯の負担が小さくなったので、これは数が少なくても回せるのではと思い、最低限あれば困らない数まで絞ってみることにしました。お出かけ着は最低限の数に絞るのはなかなか難しいですが、インナー、部屋着であればあまり深く悩まず捨て活ができました。基本洗濯は 2,3 日に1回回しているので、インナーは3つから4つ、部屋着は各季節1セットから2セットまで減らしました。インナーもこれぐらいあれば長期旅行に行っても洗濯しながらうまく回せました。
インナー部屋着を最低限の数まで減らして良かったことを、まず一つ目は収納が広くなったことです。パンパンになるぐらい詰め込んでいた衣装ケースはもう不要になり、余白たっぷりの収納棚で出し入れがとってもしやすくなりました。また服の捨て時が分かるようになったのも良かったです。インナーや部屋着がたくさんあると着る頻度が高くない分、傷むスピードがゆっくりなので捨てるタイミングって本当に分かりづらいですよね。その結果全体的にどれもなんだか古くて傷んだ印象のものばっかりだったんです。ですが最低限の枚数になるとガンガン着る分傷みが早いので買い時が分かりやすくなりました。タイツなんかは次のシーズンには新しいものに買い替えるなんてこともしてます。買う枚数が少なく済むので買い替えの負担も小さく、ボロボロでヨレヨレなインナーや部屋着からは卒業することができました。自身の体型の変化による買い替えにも対応しやすいですよね。枚数が限られているので洗濯物を溜めてしまうことも減りました。洗濯したらすぐ着るので衣装棚にしまう手間も少ないです。まさに私のようにお洋服の捨て活が難しくて悩んでる方は、まずは比較的やりやすいインナー部屋着の捨て活で少ない服を着回す暮らしのメリットをぜひぜひ体験してみてください。2024年手放して良かったものランキング第5位はお部屋の装飾品です。引っ越しを機にこれまでたくさん壁にかけていた飾りを手放しました。ミニマリストになりたいと言いながら実は飾りが多めだった我が家。部屋の飾りって自分の気分を上げてくれたりするし、一つ一つに思い入れもあったりするので、これまであんまり捨て活の対象にはしていませんでした。でも引っ越してみて改めて全部を飾ってみると、なんかごちゃごちゃしている気がしてしっくりこなかったんですよね。前の家まで飾っていた時は見慣れた光景だったので何とも思わなかったのですが、新居で飾ってみたら色による刺激のせいか、慣れない住居のせいか、お部屋の雰囲気が落ち着かなくなってしまいました。そこで試しに色の入った飾りだけを外してみたら雰囲気が落ち着いてすごくしっくりきたんです。それにどことなくあった子供部屋感もなくなり、すごく自分好みなテイストの装飾になりました。ということで他にも絵や写真をなくしてみたり、飾りの量を大幅に減らしてみました。飾っていたということはそれほど気に入っているものである証拠でもあると思うので、手放すのはなかなか後ろ髪が引かれましたが、本当に残したいものだけに思い切って厳選したら、よりお部屋がシンプルで落ち着く空間になり、そして厳選し残った飾りはより一層ぐっと引き立つものになりました。お気に入りのものをもっと大切に飾ることができている気がします。飾りの捨て活のおかげで我が家がより一層大好きな場所になりました。2024年手放してよかったものランキング第4位は使わないもらい物です。もらい物を手放してよかっただなんて、もうなんと失礼なと思われるかもしれません。もう本当にその通りだと思っていて、私も手放すまですごく葛藤がありました。これをランキングに入れるべきかもすごく悩みましたが、私の動画で少しでも気持ちが楽になる方がいればと思い、今回ランクインさせました。大前提、もらい物も捨てたくないと思うものであれば、使っていなかろうと置物になっていようと何であろうと手放す必要はないと思います。一方でいただいたものの中には自分には正直いらないなというものもあったんですよね。だけど申し訳ないので手放すことはなかなかできませんでした。ただそうやって手放せずにいるうちに、年々私の家に捨てられない思い出のものやもらい物がもう目に見えてわかるほど増えていっていました。その時にこのままだと将来私はどれだけ捨てられないたくさんのものを抱えてしまうんだろうとハッとしました。もらい物も思い出のものも結局いつかは区切りをつけなければならないものなんですよね。どうせいつか手放すなら遠い未来よりも不要になったタイミングでちゃんと手放して、すっきりとした今の暮らしをもっと大切にしたい、そう考え今ではもらい物でも手放したいなら手放していいと考えることができるようになりました。心苦しかったですが、昨年も自分にとって不要だったもらい物をいくつか処分しました。何かといただきがちなもらい物のハンドクリーム、使い切れないうちにすっかり古くなってしまいました。そして年賀状、友人が余ったからとくれたトレカ、コンサートの銀テープ、誕生日にもらったいい香りのするマッチ棒、もう着なくなってしまった祖母や母のお下がりのお洋服、
くれた方の気持ちを考えてしまうと、やはり手放して良いのかすごく悩みましたが、私なりのルールで手放すことに決めました。マイルール1つ目は、一定期間は置いておくです。手放すか迷うものでも最低6ヶ月から1年、少し高価なものであれば数年間は持っておくようにして、できるだけ使えないか模索します。そして時間を置いてもやっぱり使わなかったり残したいという気持ちがなければ、お譲りでの手放しを検討します。知り合いに譲ったり、リサイクルショップやフリマサイトを利用し、もし使ってくれる誰かに譲れたらむしろ嬉しいことですよね。そしてそれでもお譲り先が見つからなかったら処分してしまいますが、私は写真を残すようにしています。これは自己満ではありますが、写真に残すことでプレゼントをくれた方の温かい気持ちは忘れずにいたいと思うからです。このマイルールのおかげでだいぶ気持ちは楽に手放す決断をできるようになりました。とはいえこれは賛否の分かれる意見だと思うし、マイルールがありながらも私もやっぱりいつも申し訳ないという気持ちと葛藤しています。でももし私が逆の立場で、友人が私からもらったものの処分に苦しんでいたとしたら、私なら私が勝手に気持ちを伝えたくてプレゼントしたんだから物は捨てちゃっていいよと声をかけると思います。本当はいらないけれど申し訳なくて手放せないと考え悩んでしまっている方には、私は手放していいと伝えてあげたいなと思っています。昔ってプレゼントをもらうことって本当に嬉しかったし、誕生日プレゼントとかいろんな人にいろんなものをあげてたなと思うんですが、気づけばプレゼントをもらうこともプレゼントをあげることも年を重ねるほどにハードルの高いものになってしまっている気がします。最近はもう本当に食べ物とかお花とかそういうものをあげてしまうことが多いですね。人にはできるだけなんかギフトをあげたいなと思うんですが、受け取り手の迷惑になってしまうなって考えるとなかなか難しいですよね。人へのプレゼントで何かおすすめのアイテムありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。2024年手放してよかったものランキング第3位は収納グッズです。毎年ランクインする収納の捨て活。収納する場所ごと手放してしまえば物が増えることも防いでくれるので、物を減らすには一番の効果的な手放しアイテムだと思っています。昨年も衣装ケースやトイレの上に置いていた収納箱、消耗品を入れていたプラスチックケース、洗面用具用の小物入れなどなど、たくさんの収納グッズを手放しました。ケースは使わず直置きで収納することで取り出しやすさもアップし、物の増えすぎも抑えてくれています。適当に置いても物が少ないおかげでなんとなく整理されている感じになるところも好きです。トイレ上に置いていた収納箱を引っ越しをきっかけに布の手提げ袋に変えたのですが、個人的にこれはお気に入りでベストアイデア賞を自分にあげたいぐらい、見た目もすっきりですし取り出しやすく、また袋自体も洗濯できて衛生的です。そして2024年はケースだけでなく収納力を上げるために置いていた棚も手放しました。収納のデッドスペースをできるだけ活かそうと洗面台下キッチン上収納に使っていたラックも、物が減ってきた我が家ではもうなくても大丈夫なアイテムになりました。デッドスペースはこのまま死なせておきたいと思います。より収納力が下がった我が家ですが、暮らしの心地よさはさらに上がっています。2024年手放してよかったものランキング第2位は2軍服です。超大量の服にあふれていた我が家のクローゼットでしたが、たくさんの2軍服を手放し、ついにお気に入りばかりのクローゼットにすることができました。服が好きだからこそ服の捨て活にはすごく悩んでいて、少数精鋭でおしゃれなクローゼットを目指し、これまでいろいろ試行錯誤をしてきました。でも手放せたのは明らかに傷んでいたりしばらく着ていないという服がほとんど、どうしてもそれ以上は手放せなかったんです。その結果クローゼットは可もなく不可もない服だらけになってしまっていました。そんな私でしたが、昨年今までで一番思い切った捨て活をして2軍服であふれるクローゼットからついにお気に入りだけのクローゼットにすることができました。私がお気に入りの服だけにするためにやってこれは良かったなと思う捨て活の方法をご紹介します。まずどんな服を着たいかイメージ画像を集めてみます。こうすることで今まであまり意識していなかったこれが着たいという自分が理想とするテイストに気づくことができました。私も写真を集めてみて優しい色合いのシンプルな大人カジュアル服が好きなんだということを知ることができました。
そしてトップスは着ていないものから順番に着るようにしました。こうやってどれも平等な回数を着るようにすることで、あまり気の乗らないお気に入りじゃない服の存在に気づくことができるし、お気に入りの服をもっと高い頻度で着るために服を減らそうというモチベーションにつながりました。最近はボトムスも着た順に並べて、上下ともにできるだけ着ていない服から選ぶようにしています。そしてローテーションしている中で着ててテンションが上がらない服、組み合わせてこのコーデ好きと思えないお洋服はシーズン中から着る服のローテーションから外してしまい、クローゼットの隅に保管します。シーズン中にその服がなくても乗り切れることを確認して、シーズンの終わりには捨てるようにしています。ここではシーズン中に捨て活をするのがポイントです。私の場合、オフシーズンやシーズンが終わってから振り返って捨て活をすると、来年も着れるんじゃないかとつい考えてしまって、上手に捨て活できなかったんですよね。それに手に取って見た目だけでお気に入りか手放すか判断してしまうと、好きだけど着てみたら微妙なお洋服まで残してしまうことも多かったです。お洋服はシーズン中に実際に着ながら試行錯誤して手放すというのは、慎重派の私にはとっても合っていた方法でした。お気に入りばかりのクローゼットになったら愛着もよりまして、毎日大好きなお洋服を着るのが楽しいし、昔のように新しい服を買っても満たされないなんてことがなくなりました。好きな服を好きなうちにたくさん着て、着倒してから手放せるというのもとってもいいメリットだなと思っています。少数精鋭服まではまだまだ試行錯誤中ではありますが、とりあえず私流のお気に入りのクローゼットは完成しました。今までは新しい服を買わず服を減らすことを目標に頑張っていましたが、これからはぜひ新しい服の入れ替えも楽しもうと思っています。2024年手放してよかったものランキング第1位は重たいブランドバッグです。毎日のデスクワークで超肩こり持ちになってしまった私は、 1g でもカバンを軽くしたいと思い、毎日とっても軽いカバンで出かけています。その結果、おしゃれだけど重たいブランド物のカバンはすっかり使わないタンスの肥やしとなってしまっていました。私にとっては決して安くないお金を払ったのに、使えるものを手放すのはもったいない、いつか特別な時に使うかもと思ってしまい、何年も手放せずにいたんですよね。こちらのベージュのカバンは何年も一軍バッグとして使い倒してきたくらいお気に入りだからこそ愛着があって、まだ使えるのにと思ってしまって手放す決断はできませんでした。こちらのブルーのカバンも友人とアウトレットに行った時につい衝動買いしてしまったもので、結局ほとんど使わずただの部屋の飾りになっていました。このまま手放したらただのお金の無駄遣いになってしまうようで、覚悟が決められずにいました。でもせっかく持っているならたまには使わなきゃと思い、ある日珍しくブランドカバンで出かけた時に、もう重たいし荷物もあまり入らないし本当に不便で、このカバンでは正直出かけたくないなって思ったんですよね。そんな自分の本音に気づくことができ、ようやく手放す決心をつけることができました。おしゃれは我慢とも言いますが、私にとっておしゃれさよりも快適さが大切だったということに気づきました。しかも鏡に映る自分を見てもとっておきのブランドバッグなはずなのに、なんかしっくりこなくて、ブランドバッグを持てばおしゃれになれるというわけではないことも実感しました。ブランドではないですが、使いやすくて私らしいいつものバッグがあれば私はもう大満足です。使っていないけれどもったいなくて手放すか迷ってしまうというお洋服や小物は、とりあえずそれを身につけて出かけてみると自分の本音が見えて手放す決心がつけられるんだなと感じました。ちなみに手放すカバンはあまり処分に手間をかけたくなかったので、リユースショップに持っていきました。買取価格は2つ合わせて2500円。買い取ってもらえたこと自体はありがたいですし、使っていなかったバッグをまた誰かに使ってもらえるならやっぱり手放す決断をしてよかったなとは思う一方で、買取価格は購入価格と比べたら本当に少額で、カバンにかけたお金はもう取り戻せないんだということが痛いほど分かりました。長くずっと使いたいものか本気で考えて買い物しないとお金が無駄になってしまうということを学ぶことができたいい経験になりました。ブランドバッグを手放してから私のお財布の紐はよりギュッと硬くなり、お買い物上手になったような気がします。以上が2024年ミニマリストになりたい私が手放してよかったアイテムベスト10でした。
2024年もステ活を通じて自分の大切なものに気づくことができ、心はより気楽に、暮らしはより豊かになったように思います。2025年も自分にとって不要なものを減らして、大切なものを宝探しのように楽しみながら見つけていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録、そしてよろしければコメントもお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。